神様は一人しかいないと考えるのか、神様は複数いると考えるのかは自由だ。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年30号、ワンピース最新話1118話、自由になれを考察します。この1118話を読み解くキーワードは、もちろん、自由です。そしてこの1118話は、先週話数から予想したように、やはり太陽の回でした。今週も当たった考察、外れた考察、どちらも確認してパズルのピースを埋めていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずは先週の予想からこのように考えました。こちらです。1118話の類似話数は、18話、118話、1018話、1108話です。18話ではシャンクスにもらった麦わら帽子の話。118話ではミスター3がリトルガーデンに登場。3=3、太陽。さらに1018話では太陽の神ニカの伝説。さらに1108話ではニカッと笑うブロギーと巨人となった太陽の神ニカ。つまり18話、118話、1018話、1108話は太陽の回です。なぜなら8話語呂合わせで8日の陽と読むからです。それならば1118話ではルフィがまた太陽の神ニカになるのか。そんな1118話の語呂合わせ予想は人一倍。ルフィが人一倍巨人になるのか。I'll be back。I'll be back とは映画ターミネーターのセリフです。溶岩に溶けゆくターミネーターは親指を立てて I'll be back。私はまた戻ってくると言い残していました。一陰一陽。一陰一陽とは占いの世界における陰と陽。一陰一陽、これを道という。その意味は陰と陽は互いに対立しながらも助け合う。そして螺旋の道が生まれていく。はい、先週の予想もまあまあでした。先週1118話は太陽の回だと予想しておきながら、ニカではなく鉄巨人の回だと逆張りをして外しています。1118話は話数の理論から思いっきり太陽の回。ボニーがなんと完全なるニカの姿となって、ニカニカのミー、ダブルニカが出現。ニカが2人で倍となっています。これが1118話の話数の語呂合わせ1つ目。人一倍。人一倍。人一倍とはかなりややこしい日本語です。日本では江戸時代以前、人一倍とはかける2、2倍だと認識されていました。その名残から人一倍という言葉は、今でも人の2倍頑張るという意味で伝わっています。1118話では人々のみニカが2倍となって人一倍。このルフィとボニーの表裏一体については2年前から考えてきています。それは話数の理論で読み解けます。こちらです。そしてボニーは白髪になったルフィの手配書に疑問を持つと、ルフィはあれは俺が自由になった姿だと言います。これが1061話の話数の語呂合わせ5つ目。ゼロを前につけて踊る人、踊る人。つまりはジョイボーイでしょう。ジョイボーイとはカリブ海の踊りの神です。そしてボニーはこの島に一人で来たと言いますが、ボニーはルフィと共に腹が減ってきたと言います。これが1061話の話数の語呂合わせ6つ目。同類。同類でしょう。大ぐらい、ボニーと大ぐらいのルフィ。はい、ルフィとボニーはやはり表裏一体。ニカボニーについては後半でもさらに考えていきます。まずは話数の理論を追加してさらに固めていきましょう。118話では巨兵海賊団2人の頭ドリーとブロギーの話。一方1118話ではその巨兵海賊団と2人の白い巨人ルフィとボニー。1018話ではニカの名前を出した看守が消された話です。一方1118話ではベアバンクが言いたかった名前の話。つまりこれは先週1117話の考察で途切れた言葉もとは D の中にいるもう一つの名前だと考えました。この考察はおそらく当たっています。1118話でベアバンクはその名前と言っているからです。しかしその名前とはローの意味なワーテルだと考えました。しかし隠蔽された名前はワーテルだけではありません。ニカもまた歴史から消された名前でした。そしてこの1118話は太陽の回ですから、ベアバンクが言いかけている言葉、その名前の続きは話の流れを素直に読めば D の中にいるニカでしょう。ベアバンクはニカが D の中にいるはずだと言いたかったのか。ゾーン系人々のみニカには意志があると言います。そのニカが意志を持って D の一族のルフィを選んだ。それをなぜかベアバンクが知っていたのか。つまりもの正解はもう一つの名前ニカなのでしょうか。
ただし、かすかな可能性として、先代のニカことジョイボーイの本名がワーテル D ジョイボーイなら、ワンチャンかすかにワーテルの可能性もある。ちなみになぜもう一つの名前をワーテルだと考えたのか、それは1117話に数々の匂わせがあるからです。まず滅ぼされた王国の話が語られた1066話の語呂合わせは0を前につけてワーテルローと読める。さらに1117話も1が3つで意味なとも読める。意味なワーテルとはゲルマン語で水という意味です。そしてベアバンクの配信を止めたウォーキュリー星とは水星、水でした。この時驚いているビビは元ミス・ウェンズデー、水曜日です。その隣にいるワポルとはラテン語で水蒸気という意味です。さらに1117話の扉絵にはヒョウゴロウのヒョウの文字、ロウのイメージ動物は雪ヒョウです。そして配信がストップしたコマになぜかサボテンが1本あります。ロウのイメージ花月下美人とはサボテンのことです。さらに潜水病のクリケットも登場していますが、ロウは潜水艇を持つ外科医です。このようにワーテルへの匂わせを感じたのですが、どうなんでしょうか。ワーテルとは何なのか、今後も注目です。一方、こちらの動画ではベアバンクが世界に配信したいもの、見せたいものとはニカだろうとも考えました。こちらです。ベアバンクが全世界の人々に見せたいもの、それはニカ。沈みゆく世界の救世主こそがニカだと言いたかったのか、それがベアバンクが最後に伝えたい言葉だったのか、そんなベアバンクの配信電電虫を乗せた巨大な鉄巨人が海に沈んでいく、まるで映画ターミネーターの溶鉱炉に沈んだロボのように、そこでは一瞬だけベアバンクの配信が戻って、その名前、ここでまた途切れています。これが1118話の話数の語呂合わせ2つ目、I'll be back。I'll be back。私は戻ってくる。会いたいな、いたよね、ジョイボーイ。鉄巨人は800年ぶりにジョイボーイに会いたい。まるで熊に会いたかったボニーみたいに。一方、ヨークと五老星は現在残っているベアバンク、つまりパンクレコーズにアクセスしている2人を確認。残っているベアバンクはアトラスとリリス。五老星たちはこの2人を消して未だに成長するパンクレコーズとともに天才ベアバンクはヨーク1人だけ残すという。これが1118話の話数の語呂合わせ3つ目、 I'll be banned。I'll be banned。私は追放、バンされるだろう。一方、ルフィと合流したエルバフの船がついに出港。ルフィサイドにはベアバンク、アトラス。まだ雲の上にいるナミサイドにはベアバンク、リリースがいます。出港を阻止しようと五老星も二手に分かれます。一方、ボニーは中将たちを子供に変化させて不敵に笑う。ボニーが逃げてしまったら海軍にとっては脅威そのもの。なぜならボニーは50体もの人間兵器パスフィスタと7体のセラフィムを指揮できる威厳順位の頂点だからです。一方、ルフィはおそらく今後巨人や鉄巨人を指揮できそう。この点でもルフィとボニーは表裏一体。そんなルフィとボニーを追いかけるのはまずセイ。ルフィは飯を食って再びギアフィフスニカを発動。ドンドットットロドンドットット。解放のドラムが鳴り響くと、なんと海の波も踊り出して海面が上昇する。波が踊るよドラム鳴らせ。それはまるでベアバンクが言う古代兵器とある意味で同じ。この1118話の類似話数1108話でカリブーはポセイドンとプルトン2つの古代兵器の話をしていました。すると話数の理論が正しいなら1118話にも古代兵器が描かれていそう。その1118話に描かれている古代兵器とは、古代兵器ウラヌスイコール太陽の神ニカでしょうか。ウラヌスイコールニカか。古代兵器ポセイドンは世界を海に沈めると言います。つまりポセイドンも海面上昇が可能なわけです。このことから3つの古代兵器は3つとも海面上昇が可能。それならば古代兵器プルトンには設計図がありましたから、あのイム砲は1つ目の古代兵器プルトンであり、ワノ国に眠るプルトンは2つ目のプルトンか。そして古代兵器ウラヌスはニカの悪魔の実のことでしょうか。ウラヌスとは天の神の名前です。天イコール自由。天の神とは自由の神か。おいおい、ウラヌスは天王星でニカは太陽。全然違うじゃん。そう思うかもしれませんが、天体の名前はあくまでも一つのモチーフに過ぎません。
例えば、海王星はポセイドンとは呼びません。海王星とは正しくはネプチューンですから、天体の名前はただのモチーフに過ぎないのです。天にある太陽を天、ウラヌスと捉えてもいい。そんな自由の神ニカことルフィは、ボニーを誘って一緒にマーズ星をぶっ飛ばそうと言います。しかしボニーは、そんなの無理と言いますが、臆病風に吹かれりゃ最後、明日の朝日がないじゃなし。よほほほー。ルフィはやれるさとボニーの力を信じています。するとディストーションフューチャーでボニーは変身していく。この時ジニーから授かったボニーをずっと守ってきたクマが描かれている。受け継がれる意志。私が一番自由な未来。なんとボニーが本物のニカの姿に変身。これが1118話の話数の語呂合わせ4つ目。ウィキペディアによると、1は棒と読むので、棒が2つでボニー1番。ボニー1番。ボニーが一番自由な姿。ニカの姿に変身。真っ白なニカボニーは、ほぼニカルフィと見た目は一緒。しかし、下手くそな口紅で差別化可能。さらに目の下の傷でも差別化ができます。ルフィは左の目の下、ボニーは右の目の下。それぞれに傷がありますが、この左右の傷は先週考えた陰と陽です。陰陽の思想によると、陽は太陽、男性や左の体を表す。陰は月、女性や右の体を表す。そう、ボニーとは月だった。幼い頃から病気で太陽の下を歩けなかったボニーは月そのもの。その月であるボニーが太陽に変わる。これが1118話の話数の語呂合わせ5つ目。一陰一陽。一陰一陽。陰と陽。一陰一陽。これを道という。陰と陽は互いに対立しながらも助け合う。そして螺旋の道が生まれていく。道とは未知。未知なる未来にボニーの道が生まれました。それは太陽の神ニカを求めて暗い無限の螺旋を歩んできたバーソロミュークマの道でもあります。クマが命をかけて守った愛するボニーが太陽になった。ボニーがお父さんからもらった10歳のプレゼントは太陽のネックレスでした。10歳おめでとう自由になれ。このネックレスをもらったのは1103話。その語呂合わせは Into the Sun。Into the Sun。太陽の元へと考えました。月であるボニーの中に太陽が入った。Into the Sun。もう一人の太陽。爆弾ジョイガール。そんなボニーの公式イメージ花はフリージアです。そう。フリージア。ファイナルファンタジーのモノマネ師みたいなボニーの能力、年々の身についてもこのように考えました。こちらです。例えば、ニキニキの実とは2929、2929。これを変換すると、ニカニカ、ニカ。そして、年々の実とは、年々、1414。この数字も変換すると、樹脂樹脂、樹脂。僕はこちらの動画で太陽の神ニカとは白いゴムの天然樹脂の幻獣だと考えています。もしもこれが正解ならニカと樹脂をニキニキの実と年々の実で表現できる。年々イコール樹脂樹脂。ニカとはやはりゴムの木、願いが叶うバニヤンツリー。ゴムの樹脂の幻獣なのか、星に願いを。以上です。1118話太陽の回では2人目の太陽が爆誕しました。それはクマとボニーが歩んだ暗くて過酷な道の果てです。1118話の扉へのヤマトもボリューム8旅立ち、新たな未知の道を示している。そして新しい太陽を生み出したルフィとは星散りばめるもの、天の神ウラヌスなのでしょうか。続いては次回1119話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1119話の類似話数は19話、119話、1019話、1109話です。19話は人を食う悪魔の実。人が悪魔の実を食うのか、悪魔の実が人を食うのか。ゾーン系の悪魔の実には意志があり人を選ぶと言いますが、ボニーの悪魔の実はサタン星が実験で注入したものでした。つまりサタン星とは相変わらずの無能星。そしてこちらの動画ではエッグエットの制するのは逆転少女ボニーだとも考えました。月が太陽に逆転してニカとなったボニーは
覇気は弱そうですが、意見順位もトップですし、かなり強力なチートキャラです。すでに考察したように12歳の逆転少女ボニーがエッグヘッドを制するのか。次に119話ではエルバフの神の話です。巨人の国エルバフに伝わる戦いの神エルバフ、さらに太陽の神ニカも巨人たちの神ですから、1119話ではルフィとボニー2人の神ダブルニカが活躍しそう。さらに119話ではミスター3が白いローで作った偽の波が登場。ならば1119話では白いもう一人の女ニカボニーが活躍しそう。もちろん3=3。次に1019話では空を飛ぶ恐竜ヘリケラトプス、まさかの空中戦。ならば1119話でもマーズ星と空中戦か。さらに1019話ではヤマトが悪魔の実を食べた話もありました。その人獣型ヤマトはニカボニーにそっくり。次に1109話の扉絵では水に沈む鬼ヶ島。この鬼ヶ島は海に沈んだ鉄巨人とリンクしていそう。さらに1109話ではルフィがサターンとキザルをピザにして飛んでいけと放り投げている。ボニーの好物はピザですから、ニカボニーも同じ技を使いそう。そんな1119話の話数の語呂合わせ予想はイークとはギャーという驚きの声です。ダブルニカの奇想天外な攻撃に全員驚きの声を上げるのか。糸を引く、つまり操り人形を糸を引いて動かすという意味です。もしかしたらニカボニーはパスピスタやセラフィムに命令を出すのか。人響く、1119話では声や音の語呂合わせが成立しますから、解放のドラムの回でしょうか。ドンドットットドンドットット、海さえも動かす解放のドラム。その音によって鉄巨人が海から現れる。こちらの動画では鉄巨人の動力とは腎臓メラメラの実だと考えてしまいましたが、鉄巨人の動力は素直に考えればやはり解放のドラムの音力発電によるエネルギーなのか、鉄巨人とダブルニカで五老星と戦うのか。そんな鉄巨人の背中にはジェットパックみたいなものがついていますから、空を飛んでマーズ星と空中戦ができそう。それはまるで1019話のフランキー将軍と佐々木みたいにまさかの空中戦。以上です。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。